神戸空港が国際化されてから2回目の国際線利用となります。この神戸空港国際線ターミナル、この静けさが壮大な F の物語を持っています。日本の大動脈、新幹線、JR、私鉄各線、そして高速道路が交差する関西随一の交通の要衝。本来関西の空の玄関口はこの場所にあるべきでした。しかしご存知の通り、政治と利権の大きな力ははるか紀伊半島の沖にアクセスがとても不便な巨大空港を生み出しました。その結果、最高のポテンシャルを持つこの一等地はこんなにもこじんまりとした地方空港に甘んじているのです。本当にもったいない話です。レストランやラウンジもないため、食事をとるためには国内線ターミナルまで足を運ぶ必要があります。まあいいです。この不条理も旅のスパイス。朝からビールで最高の旅の始まりに乾杯としましょう。腹ごしらえを済ませ、再び国際線ターミナルへ。このコンパクトすぎる待合室とささやかな売店、これもまた今の神戸空港が背負う現実なんですね。搭乗の時間がやってきました。はいどうも。はい、ありがとう。ゲートの先に待っていたのは置き止めされた機体と、その機体へと僕たちを運ぶ連絡バスです。バスは置き止めされた機体へと僕たちを運んでいきます。バスが止まり、扉が開くとそこにはスカイブルーの機体が待っていました。タラップを一段ずつ自分の足で踏みしめるこの瞬間が、旅の始まりを何よりも強く実感させてくれますよね。神戸空港、穏やかな瀬戸内海の風を受け、翼は静かに旅立ちの時を待っています。プッシュバック開始、心地の良い振動が新しい旅の始まりを告げています。滑走路へと向かう機体、窓の外の景色がゆっくりと流れ、期待感が高まっていきます。エンジンが轟音を響かせ、機体は力強く大地を蹴り、ふわりと機体が浮き上がる感覚。あっという間に神戸の街が翼の下に広がります。ぐんぐんと高度を上げ、翼を支えていたフラップがその役目を終え、滑らかに収納されていきます。眼下に見えてきたのは兵庫県を潤す一級河川、加古川の雄大な流れです。ベルトサインが消え、機体は安定した巡航高度へ。窓の外には鳥取境港の美しい海岸線が広がっています。そして旅の楽しみの一つ、機内食の時間がやってきました。コリアンビア。今日のフライトのお供に選んだのは韓国ビア。すっきりとした喉越しが空の上の食事をさらに特別なものにしてくれます。温かい湯気とともに運ばれてきたのは食欲をそそるチキンとインゲン豆、甘辛いソースが絡む湯気です。
美味しい時間を過ごしているうちに窓の外の景色が変わってきました。雲の切れ間に見えてきたのは紛れもない韓国の大地。高度が下がり、インチョン周辺の独特な景色が近づいてきました。点在する島々、どこまでも続くかのような広大な浅瀬。干満の差が作り出す自然のアートです。ウィーンという音とともに翼からゆっくりとフラップが伸びてきました。着陸体制、速度を落とし安定した進入のためにフラップは最大限に展開されています。目の前にはインチョン国際空港の広大な滑走路が広がってきました。タッチダウン、インチョン国際空港に着陸しました。韓国インチョン国際空港に到着しました。まずは入国審査へ向かいます。大きな空港なのでかなり長い廊下を歩きます。動く歩道も設置されていますが、美味しいものをたくさん食べるのであえて歩いてカロリー消費。無事に入国を済ませ、次は駅へ向かいます。あっこで帰るんかな。今ね、何十メーター向こうって書いてなかった？どれどれ。いつも韓国に来るときは T マネーカードを持ってきてるんですけど、今回は忘れてきてしまいました。チャージしてからご利用ください。これだ、これだ。現金のみ。あ、入っとんちゃうん。ないんじゃないかい。何ぼか入っとうってことやろ。5000入ってる。5000ウォンで。じゃあ可愛いから5000ウォンで買うわ。はじめ。じゃあ私が買ってみてあげるわ。やった。1個でいい？2つ買えるよ。よかったら。1日。はい。これ5枚。5枚。5000なんかあるか5000そこに。いや、ブルさんの分。僕の分は1万。あった5000ありますか。はい、5000。ブルさんの僕1万。あ、じゃああんたら1万くれたらええねん。1万ないのか。あるのよ。はい。じゃあ5000円返したと。これ日本語じゃなくなっとるやないか。こうか。オッケー。なんで日本語じゃなくなったんやろ。なんかこんなん出てきたで。1個しか買えんかった。2個来た。2個来た。じゃあもう1個や。はい。じゃあもう1個や。始まり。5000円最初に来たやん。来た。5000円。さあ、5000円。これはチャージしてからしてくださいね。あ、そうか、これデポジットや。そういうことや。ほんならこれコンビニ行ってチャージせなくて。ここ置きます。それから画面2本を。同じ1階用交通カード発売機です。ご希望のサービスを選択してください。カードチャージ真ん中。あ、これな。充電金額を選択し、現金を投入してください。これやね。1万を。で、ここに入れる。充電中です。充電中？お待ちください。充電じゃないと思うけど。充電が完了しました。充電？領収書が必要な方は領収書発行ボタンを選択してください。領収書が発行されました。はい、これで完了。無事 T マネーカードを購入して電車でホテルに向かいます。ソウル駅で乗り換えたんですけども、ソウル駅のホーム間の通路には荷物を運ぶためのベルトコンベヤーが設置されていました。あ、今度向こう下がるんや。下りもある。
これはね便利なのかなと思って使ってみたのですが、コンベヤーの乗せ下ろしが意外と大変で、実際楽なのかしんどいのかよく分かりませんでした。1024。はい。今夜のホテルは龍山と書いて四山と読むのですが、そこにあるイビスホテルです。まあまあ新しいホテルですね。普通のホテル、こんな感じ。ジグソーパズルがついてます。そしてね、カウンター、これはワインセラー。ワインセラー？ワインセラーが冷蔵庫。ワインって書いてあるよ。そして飲み物ポット、貴重品金庫。そしてこっちは鏡がクローゼットですね。そしてこっちがシャワー、トイレと、あれシャワーは入り口別でした。こっちやね。はい、ハンドシャワーと上からのシャワーと、これギリギリやね。うまいことやったね。はい、そしてこっちもジグソーパズル。そしてテレビにはなぜかフィルムがかかってます。見にくくないですか？でテーブルも作業台テーブル、こっちにちっちゃいテーブル、こんな感じですね。そしてかつての電気街。そう言って身軽になってから街に出かけてきました。やってきたのはチャムシル駅。韓国人の友人と会うためです。今回一緒にやってきたのは妻とその友達2人の女性陣です。大勢で来たのにお家にまで招いていただいちゃったんですよね。地上に上がると目の前にはロッテタワーが堂々とそびえ立っていました。友人のお宅に招かれお茶を楽しんだ後、友人のご家族と私たちで海鮮の美味しいお店へ。とても豪華な粋だこや海鮮鍋を堪能しました。店に入るとまず一番に目を引くのはこの粋だこの水槽。유튜브 만들어야지. 키크라게가 오이시소. 오이시소. これね、例えばね、これしてなってきました。ここでもいいですけど、これしたら自分が動いてタコはこれです。タコは粋だこ。これ韓国人が4匹とかはしますけど、食べれる。ついてる。動いてる。もうなくなった。これは何でした？はい。なんか
なんか荒系みたいな。ラケすごいことになってきた。すごいね。ちょっとずついただかないとダメですね。入れよくあるパターン。アワビまで出てきた。アワビまで。アワビ。この鍋の大きさがすごい。うわ、いいか。丸ごと入ってんねんね。丸ごと入ってる。何が出てくる？これは何や？あれなんやろ、タラ。ムール貝みたいなもの。ムール貝とかも入ってる。あ、すっげえな。あれなんやろね。あれなんやろね。このお店なかなかすごいでしょ。リーズナブルなお値段でこの料理です。残念ながら外国語の対応やホームページはないんですけど、おすすめのお店です。みんな美味しい海鮮をお腹いっぱい食べて満足しました。ほんと穴場中の穴場のお店なんですよね。食事の後には半純幕、友人と裸の付き合いです。女性陣は友人の奥さんに赤すりを受けている最中などもずっと通訳などをしてもらって大変お世話になったそうです。いや本当ありがとうございました。翌日やってきたのはミョンドン。いつも韓国に来てもミョンドンやナンデムンに来ることってほぼないんですよね。何年かぶりに久しぶりにやってきました。いやーしばらく来ないうちに変わりましたね。お昼前に向かったのはナム山の麓にある歴史ある雰囲気の街並みが続く中の長い階段を登ります。女性陣は息を切らしながら登っていましたが、この坂を登りきった先に目指してきたのはモグミョグ山晩モグミョグ山ホレインという韓国料理のお店です。このとても素敵な立地にあるこの素敵な建物で美味しいビビンバをいただきます。肉入っとうやつ。お隣やこれ。じゃあそれで。飲み物はどれしっけ？これは？
しいビビンバをいただいた後は再びミョンドンの町に降りてきました。この町でお土産探しです。お土産選びもまた旅の楽しい時間ですよね。フェイスパックや人気のハニーバターアーモンドなどの定番のお土産をたくさん買いました。そして続いて電車に乗ってやってきたのはあの有名な映えスポット。ちらっと見えました。もうお分かりですよね。そうです、ピョルマダン図書館。なあ、座るとこないけどね。座るとこないな。あの本はどうやって取んねや。このピョルマダン図書館へのアクセスは地下鉄のサムソンステーションが一番便利なのかな。コエックスモールの中にある本の壁が圧巻の SNS 映えする美しい図書館です。地下にはスターバックスが入っていたり、ここにある本は本当に読んだり借りたりすることができます。そして夕食を食べにやってきたのは昨日も友人と食事をしたおなじみの町ハンイドンにやってきました。この町は韓国に来るたびに毎回来る町です。観光客も少なくてね、結構いいんですよね。そして今日やってきたのはバクドンというお店、サムギョプサルのお店ですね。熱した鉄板の上に厚切りにされた豚の三枚肉サムギョプサルが10と音を立てて並べられます。この豪華さが韓国の食卓の醍醐味ですよね。表面はカリッと中はジューシーに、ハサミで一口大にカットしていくのも韓国スタイルですよね。このライブ感が食欲をそそります。あー、よだれが出てきました。お肉から染み出た油でキムチやニンニク、エリンギなどの野菜も一緒に焼いていただきます。これがまた美味しいんです。お肉の味が移ったキムチは格別。本場のサムギョプサルの醍醐味ですよね。旅の疲れも吹き飛ぶ最高の味でした。そして最終日、ホテルのあるヨンサン。ここにはかつて大きな電気街がありました。ネットの波に押されて世界中から電気街が消えていく中、ここにはまだ少し電気街が残っています。そしてこの電気街で買い物を楽しんだ後、タクシーで空港へやってきました。免税店が立ち並ぶ空港の出発ロビー。ここね、やってきました。マティナラウンジ。ここはプライオリティパスで入れるラウンジですね。
ぱり日本のラウンジと違って食事が充実してますよね。この後飛行機に乗ったら機内食も出るんですけど、せっかくなのでちょっといただいてみたいと思います。ラウンジで昼飯とってきました。そして白ワイン、赤ワインがなかったです。あ、こっち側か。いよいよ帰路へ飛行機に搭乗し、短い旅も終わりを告げようとしています。エネルギッシュなソウルの街、友人との再会、美味しい韓国料理の数々、そして心温まる人々の笑顔、一つ一つの思い出が明らかに心によみがえります。離陸に向け滑走路へ進む機体、タクシング中のこの時間も旅の余韻に浸る大切なひとときです。はい、ということで機内ではこの旅最後の食事、ビーフシチューと韓国ビールをいただきます。飛行機は神戸空港に着陸しました。着陸の衝撃とともに無事に日本の土地を踏みしめた安堵感がこみ上げてきます。誘導路をゆっくりと進み、駐機場へと向かう機体。この3日間で得たたくさんの感動と新しいエネルギーを胸に、また日常へと戻っていきます。この旅が明日からの活力となることでしょう。素晴らしい思い出をありがとう、韓国。そしてここまでご覧いただき本当にありがとうございます。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。